この花ファミリーは富士山のふもとのエコビレッジ。赤ちゃんからお年寄りまで77人が血縁を超えた大家族として仲良く暮らしています。無農薬有機栽培で食べ物のほとんどを自給。自然と調和した環境に優しい暮らしは大きな注目を集め、たくさんの人々が訪れています。そんなファミリーの思いが詰まった新しい本ができました。この花ファミリーの生き方は多くの人が憧れるけど、多くの人が自分には無理だと思ってる。でも同じような特別な人じゃない人でもこういう生き方ができるよ。あなたにもこういう生き方ができますよ。その入門編がこの本じゃないかなというふうに思います。それでは本の内容をちょっぴりご紹介します。24歳の時に青年海外協力隊員としてエチオピアへ行ったこうちゃん。エチオピアへの永住も考えましたが、内戦が激化して日本に帰国。その後、有機農家としての道を選びました。こうちゃんです。毎日いろんな人が来て、いろんな人にプレゼンやったりしてます。ここのことが伝わるといいなと思ってます。じゃあね。元ナンバーワンキャバクラ嬢のミサちゃん。2度の離婚と躁うつ病を経験し、ファミリーと出会いました。今は毎日掃除などの家事全般を担当しています。みさこです。ここに来て躁うつ病を克服しました。これからは見た目の美しさではなく、心の美しさでブイブイ言わせます。ファミリー最年長の英子ばあちゃん。在日韓国人として若い時には苦労したこともあったといいますが、今はみんなのアイドル。漬物やこんにゃく、かまど料理の担当としてなくてはならない存在です。エコバーです。昔は画があったんですけど、今は毎日キッチンスタッフですごい楽しく毎日野菜と遊んでます。ゼネコンの子会社で経理を担当し、バブルが崩壊して社会の辛酸をなめ尽くしたというかいちゃん。世の中を変える生き方がしたいと仕事を退職してメンバーになり、今は鶏の世話や野菜の配送を担当しています。はい、かいちゃんです。はい、これから配送に行ってきますね。ここに来てから本当お客さんのとこに行くのがすごく楽しくなりました。じゃあ行ってきます。親父の星かいちゃん、いってらっしゃい。大本という宗教の家に育ち、神主でもあるひろっち。宗教というものを外から見てみたいと18歳で親元を離れ、さまざまな活動を経験。現在は建築チームとして活躍しています。皆さんこんにちは、ひろっちです。僕は今ファミリーのメンバーと大きな家を建てています。そして僕の夢は家を建てるだけじゃなくて、この地上に天国を建てることです。頑張るぞ。この花ファミリーでは、みんながそれぞれの能力や個性を生かして農作業や食事作り、子育てなど得意な分野で活躍しています。第2章ではそんなファミリーの暮らし方をご紹介します。田んぼ隊のコマネチです。この花では約8ヘクタールの田んぼに14種類のお米を育てています。田んぼにはさまざまな虫たちや草たち、鳥たち、微生物たちがいます。そして季節ごとに風景が移り変わっていきます。その中で自然を敬う気持ちが深まり、自分たちは生かされているということをいつも感じます。時々忘れますけど。畑隊のたっちゃんです。僕にとっての畑は宇宙の真理を学ぶ学校であり、真理を表現していく無限のキャンパスだと思っています。自分の心の成長度合いに合わせて畑も作物もふさわしく変化していく。とにもかくにもやっぱり自然の法則を身につける一番の近道は、自然の中で実際に地に足をつけて生きることだなって思います。
キッチンスタッフののんちゃんです。土から丹精込めて作られたお米やお野菜には生命力があふれています。私たちは毎日その命をいただいて生かされているんです。作物を育てる人がいて、収穫して届けてくれる人がいて、それを受け取る第三走者の私たちキッチンスタッフは、最終ランナーであるみんなの待つ食卓へ届けるために日々心を込めてお料理しています。ヤギとミツバチのお世話を担当しているチナッピーです。ファミリーでは血縁を超えた家族や自然やすべてのものとつながり、絆の大切さをみんなで表現しています。ヤギさんもミツバチさんもニワトリさんも私たちの大切な家族なんです。味噌と醤油作り担当の安江どんです。麹作りは麹菌や乳酸菌などの目に見えない微生物と対話しながら神秘を表現する芸術作品だと思っています。蒸したお米や麦、あるいは大豆に、味噌の場合は白い胞子の、醤油の場合はモスグリーンの胞子の花を咲かせるんです。お味噌作りのコツって何ですか？やっぱり心です。この花楽団のボーカルの美香子です。この花ファミリーではファミリーを訪れた方にウェルカムコンサートを開いています。音楽を通して私たちの暮らしの奥にある心を感じていただければいいなと思っています。初めてお会いする方も、元は一つの魂が長い旅をして今久しぶりに会えたね、おかえりなさいという気持ちで歌っています。子育てチームのマリネです。子育てチームというのは子どもに毎日育てられているチームとも言えます。子どもは毎日違った顔を見せてくれます。それを鏡として私たちは自分の心を振り返る、そういう日々を送っています。毎日たくさんの子どもたちに囲まれて幸せに充実した日々を送っています。ぜひ遊びに来てください。経理担当の中野です。自分と他人を区別するからお金が必要になるんですよね。区別することによって世界から切り離されちゃって不安になってお金を貯め込みます。すべてを共有すれば全部みんなのものだからお金なんて必要ありません。僕たちはみんなでそんな生活を築き上げています。第3章ではうつ病などの心の病を持つ人を受け入れる自然療法プログラムとエコビレッジとしての国際交流や教育活動について、第4章では人がこの世界で生きる意味、そして持続可能な世界を作るために大切なことについて語られています。多種多様な人たちが共に暮らせるっていう場所を作ってるっていうことですね。そういう人たちが集まって暮らすからこそ豊かで多様性ある場所ができる。そしていろんな人に優しい場所ができる。これは別に木の花だけに限らず地球がそういう場所なんですから、みんながそのことを意識して違いを認め合って、そして、お互いに自分の生かせる場所、相手の生かせる場所を見つけて、そしてそこで調和していったらいい世界ができると思うんですよ。これからの時代を私たちはどう生きていくのか。血縁を超える77人の大家族がお届けする富士山麓からのメッセージです。